こんばんは、KK バディです。はい、ということで、第6回ラジオコーナーです。今回はローマとナポリの振り返りをしていきたいと思います。今回もね、常連様からメッセージをいただいておりますので、その質問に答えていきたいと思います。今回のラジオのお供は、前台湾で買ったカーラーゴの焼きとうもろこし味です。はい。期間限定。開けて。カーラクか。お、すごい匂い。太りそう。わ、いい匂い。いいただきます。ただきます。お、うん。今回初めての試みでこのミニマイクを使っているので音声がいつもよりいいかな。どうだろマイク付き。う。ケンちゃんくちゃくちゃ音たまに入るから位置気をつけないとね。ASMR でしょ。おいしい。これ下向いてればいい。いつも俺マイク持ってるからね。近いからね。どうしても入っちゃう。止まんないねこ決してくちゃらではありません。れ。でもあれ動画見てるだけだとくちゃらに感じるよね。結構カットはしてるけど。じゃあまず振り返りからする？質問から読む。振り返りでいいんじゃないですか。振り返り。はい。じゃあローマは4泊して、 4泊もしたんだ。多分ナポリが3泊だったと思う。ローマ4泊してますね。だけど最初の日はケンちゃんが ASMR やってる。メンシプで ASMR やってもいいんじゃない？カツヤのパリ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 。天ぷらとかもいい。ローマの1泊目はすごい夜に着いたんだよね、バスで。空港からバスまで走ったじゃん。チケット買うのに苦労したの時。チケット買うのに苦労したっていうか、乗るのがちょっとね、優先順位が曖昧で危うく乗れなかったっていう感じだよね。1本目さ来てたやつには人数オーバーで乗れなかったじゃん。で次来たやつもさ乗ろうとしたら前から順番に乗らせてもらえるんじゃなくて、そのすでにオンラインチケットを購入した人優先だったの。だからチケット持ってない人はそのバスの入り口でチケットを買って乗る感じなんだけど、その買うところに行けないからずっと列で待ってるみたいな感じになって、あれこれもう乗れないんじゃないってなってきてね、慌ててオンラインでポチったんだよね、その場で。で無事乗れたっていう感じだったね。そうだから結果としてローマでもナポリでも危険な思いはしなかったよね。してない。強いて言うならナポリのバスの中でちょっと治安悪さを感じたっていうぐらいだね。怒鳴り合ってた時。あとはトレビの泉の近くとかでスリしてそうな人はいたね。なんかポッケ見てる人。そうだね。まあでも多分カバンをやっぱ前に構えて、ロックしとけば、絶対大丈夫だね。そうだね。そんななんか前に持ってる人の取るとかロックを解除して取るとかっていうほどなんか危ない感じはしなかったね。後ろのポッケに入れてたりとかしたらワンチャン取りそうな感じかな。そうだね。なんかだからその集中力が途切れた時とか、他のことにこう集中してたりする、カメラ撮ってるとかさ、写真撮ってるとか、なんかお土産見てたりとか、そういう時は危ないかもしれないね。そんなケツに入れてたら。まあでもそのぐらいの感じでした。まず治安については。
電車もバスも乗ったけど怖さは全く感じなかったね、そのスリに関しては。あとはご飯じゃないですか。ご飯は本当にローマのご飯がしょっぱすぎて、ちょっとなんか期待してた分ちょっとなんかいまいちだったね。いやなんか多分期待値があまりにも高すぎたっていうのもあると思う。なんかイギリスのご飯にあんまり期待してなかったじゃん。だからさ、イギリスのご飯めっちゃ美味しいじゃんってなってさ、全然まずくないじゃんみたいな、マイナスからのプラスみたいな。だけどローマのご飯はすごい美味しいって思い込んでたから、なんでこんなしょっぱいのをみんな美味しいって思うんだろうっていう感じ。うまいうまくないの前に、しょっぱいが来ちゃうから、しょっぱってケンちゃんでこれってやばいからね。相当しょっぱ好きだから。パって私のご飯に全部お塩かけるぐらいしょっぱいの好みなのに、私は薄味派、濃い派で、さらにまあ塩っぽい味好きだよね。おせんべいとか塩っぽい味が好きっていうか、味が濃いのが好き、なんかだしとかも濃いのが好き。めっちゃ入れるよね、コンソメ、鶏ガラ、本だし、これ3つ一番大事ですか。でもそういう系の味ってさ、結構中華とか日本料理とかそっち系じゃない？これもでもコンソメはそっか、ブイヨンとかさ、それさえ聞いてればもう大体うまいから、だけどそれを感じる前に塩を感じる、しょっぱさを感じる、塩辛い、なんて言うんだろう、鮭のめっちゃしょっぱいとか、そういう感じ、パスタのめっちゃしょっぱい、鮭、日本だったら鮭がめっちゃしょっぱくて、鮭かも一番近いの。うまみじゃなくて鮭のしょっぱさしか感じないみたいなね、でやっぱりローマのご飯って塩漬けしたポークとか、ペコリーノチーズだっけ、塩味が強いって言われてるチーズとかを使ってるから塩を感じるっていうのもあるとは思うんだけど、それ以外の料理でも例えばフォカッチャとかでもしょっぱいの、なんかしょっぱかったね、フォカッチャね、違う、だから、パスタでもその塩辛い豚のベーコンなんて言うんだっけあれ、グワッチャーレみたいな、パンチェッタとパンチェッタグアンチャーレ、パンチェッタしょっぱいの分かるじゃん、それは分かるんだけど、パスタもしょっぱいの、その肉を食べなくてもしょっぱかったよね、カルボナーラとか。麺と肉合わせてちょうどいいなみたいな、塩味がちょうどいいなっていうんじゃなくて、麺すらもう多分しょっぱいから、だから茹でてる麺塩入れるじゃん、あれもすごい入れてたりするのかもしれないよ、だからそれがさギャップだったよね。その日本でイタリアン食べに行ってもしょっぱとかないじゃん、だから勝手にしょっぱいものではないっていう認識だから、それを食べた時にものすごいしょっぱく感じるみたいな、でそのコメントにイタリア人から「いやそりゃローマのご飯はなんかペコリーノとかパンチェッタとか使うからそれはしょっぱいです」みたいな感じで書いてあったんだけど、いや違うのよみたいな、それ以外のやつもしょっぱかったんだよって感じだったよね、日本人が食べたらみんなしょっぱいって言うと思う、でもパスタとフォカッチャぐらいじゃない？他にあったしょっぱいって感じた。ピザとか別にしょっぱく感じなかったよね。ピザはしょっぱくないけど、ないよね。ニョッキとかもしょっぱくなかったよね。ニョッキもしょっぱくなかった。だからやっぱパスタとでもフォカッチャだけだよ。ナポリで食べたパスタしょっぱくなかったよね。私がさめっちゃ気に入ったタコのサラダ食べたとことか、ボンゴレ美味しかったし。でもナポリで食べたパスタは麺が違った。日本の乾麺と一緒の麺、ほとんどそれに近い麺だけど、ローマの麺はもう二郎系のラーメンの麺みたいなボソボソ太いしょっぱい、
だからもう麺自体が違ったね。でもローマで美味しかったやつだとやっぱティラミスとかジェラート。ジェラートはうまかったね。毎日行ったもんね。あそこしかも4日連続3日連続ジョレッテジョリッティ、ジョリッティ、うん、あれはうまかったわ。味が濃いよね。凝縮度がすごいっていうか、あれは美味しかったね。あと思ったよりイタリアは高くなかったね。食事とかもそんなに高いって感じなかったね。日本でイタリアン食べるのと一緒ぐらいじゃないかな。そんな感じじゃない？ナポリのさ、めっちゃ接客最悪だったピザ屋さんとか超安かったよね。6ユーロとかだったと思う、1枚。2階で食べたところ、そうだね。結構大きくてね、トマトのやつとか安かったもん、安かった。安かった。それは日本より安いかも、ピザは。でも全体的にそうか、ピザは日本より安いかもね。ピザ日本って高いんだなって思ったね、あとピザさ、みんな周りの人フォークとナイフで食べてたじゃん、私たちもちょっとそれ真似してみたじゃん。食べ方分かんなかったからね。普通家だったら手で食べるけどさ、日本だったりしたら、ちょっとそういう食べ方が正しいのかなって思って周りを見てそうしたんだけど、コメントでイタリア人からナイフとフォークを使って食べないでくださいって来てた手で食べてくださいって。だから手で食べてよかったんだって思って。でもこのローラーで切るのもなければ、確かに正確な食べ方をちょっと教えてくださいね。何が正しい食べ方なんだろう。アマルフィポジターノ良かったよね、やっぱり非現実的な感じがするし、まあ言っちゃえば江ノ島みたいなもんではあるんだけど、そこら辺にあるレストランとか出店みたいなところがすごい高いし、結局レモンのシャーベット高くて食べなかったしね。レモンに入ってるやつ2000円ぐらいだっけ。2000円ぐらいして、で、お土産ショップとかも多いしさ、だいたいどのお店も同じものを置いてるじゃん、だから江ノ島感はかなりあったけど、雰囲気はやっぱり良かったね、コースト沿いは。で行くのもそんなに大変じゃないから、ナポリ行く人はぜひおすすめします。そうだね、チケットの買い方だけじゃない、ゲットさえできちゃえば、簡単だね、集合時間に行って乗ってみたいな感じ。そうだね。結局オンラインで撮っても直接その港ベベレッロ港に行っても同じ値段だったから、オンラインで買うの不安な方とかは直接ベベレッロの港に前日に行って次の日のこの時間っていう風に指定して買うのがいいと思う。はい、じゃあ、質問1件いただきましたので、読ませていただきます。こんばんは。ピザ屋でのスタッフの対応がひどかったり、街中の方がチャイニーズと言ってきたりといろいろ大変でしたね。私はそういった対応をされた時は That's rude とだけ言う時があります。カーナさんと同じように何も言わないとこっちのモヤモヤが解消されないので言ってしまいます。一番はスルーがいいのだろうと頭では理解していますが、いざその状況になると言ってしまいます。もしラジオのイタリア編があれば、ローマ、バチカン、ナポリの中で印象に残った場所、お店を教えていただきたいです。アマルフィとポジターノはテレビで見たことはありますが、もっと鮮明で鮮やかで、これを現地で見たら倍以上綺麗なんだろうと想像が膨らみました。また次の動画も楽しみにしています。もちもちよりもちもちさんありがとうございます。そう、なんかやっぱりなんだろうな、差別は感じたね、ところどころ。ってことはもちもちさんも感じたことあるってことですね。そうだね。で、実際イタリア人の方からそれは差別ではなくて全体的にアジア人を見たらチャイニーズって言いますみたいなコメントもあったけど、そういう人もいるよね多分。だから本当に悪意ないっていう、それを言ったら嫌な気持ちになるかもしれないって全く思ってなくて言ってるっていうパターンもあるね。でも
我々の場合はちょっと悪意ある言い方で言われたよね。なんかでもなんかね、仕事の人と今日話したけど、やっぱ向こうの人はアジア人が何人なのかは判断できないんじゃないのって。そりゃそうだと思う。多分向こうの人は判断ができない。それは仕方ないと思う。でそれだけ中国人の人がマナーが悪いんだねって、代表的に、ね、いうこともあるんじゃないの、まあね。はい。で質問としては、ローマ、バチカン、ナポリの中で印象に残った場所、お店を教えていただきたいです。ローマはリガトーニのアマトリチャーナだっけあれ、トラステベレの地区のエンゾー ENZO って書く店だよね、の私が頼んだアマトリチャーナ、多分その時ケンちゃんはカチョイペペかなんか頼んだんだよね。そのお店です。そこのアマトリチャーナほんと美味しかった。本当にしょっぱくなかったね。そうだね、エンゾー、あとジョリッティ、ジェラート。ジョリッティはうまかった。でもやっぱ頼む味によって全然さ、これはうまいけどさ、これはまあまあまあっていうのがあったね。でも平均は高い。平均高い。ピスタチオめっちゃ美味しくなかった、ピスタチオだっけ、味濃かったの。なんか美味しかった。いやチョコレートね。チョコレートだっけ。あとそんな高くない、あれも日本と同じぐらいか、そんぐらいだよね。日本ジェラート高いもんね。高い高い。だいたいどこもダブル2種類の味選んだら3ユーロとかが多かったかな。あそこも美味しかったじゃん、最終日に行った。夜行ったとこ。夜行った、最終日か。夜行ったジェラート屋さん、みんななんかフードコートみたいなところで食べてた、入ってすぐの左で食べたとこね、あそこも結構美味しかった。美味しかった、ローマはそんな感じかな。でもやっぱり食べ物以外で言ったらトレビの泉とかパンテオンとかコロッセオとか、迫力すごかったよね、コロッセオはすごかったね。見なきゃわかんない迫力だなとは思った。バチカンは？バチカンも良かったよね、ちょっとクーポラに登れなかったのが残念だったけど、時間切れで。美術館がいいよね。美術館良かった、でもあれは本当予約必須、予約してなかったらもうとてもじゃないけど並べないぐらいの列だったね。無理。予約するとちょっと高いんだけど1000円ぐらい。全然予約した方がいい。ナポリの印象に残った場所とお店。印象に残った場所あるっけ、ナポリって観光したいもんね、ナポリ。観光はあんましてないね。マラドーナ通りぐらいだよね。ちょっと怖かったんだよね、バス乗ったりするのが私。なんかその喧嘩してる人たちを初日に見ちゃったから。電車は全然平気だったけど、そうだね、なんか上のお城とか登ってもよかったけど行かなかったよね。行ってないね。ナポリのおすすめはタコのサラダを食べたお店、ラッツァラトラットリアエースね。1日目だ。ナポリ初日の夜ご飯に食べたお店が私は一番好きでした。パスタも美味しくて、カルツォーネは普通だったけど、タコのサラダもめちゃめちゃシンプルで美味しくて。カルツォーネも美味しかったよ。ちょっと腹いっぱいだったんだよ、あの時。来んの遅かったからね。出てくるのめちゃくちゃ遅くてそう、腹いっぱいだったんだよ。美味しかった。あそこはまた行きたいかも。すっごい客船が止まってたね。港にね、大きいのが止まってた。世界一周するような船。でもやっぱりナポリはすごい安全な雰囲気はしたよね、観光するのに。全然新宿と変わんないっていうかさ、なんだろう。いや、細道は危ないよ。でも
ちょっとうん怖いよ。うん大通りはいいけど、だって最初行った時にレストランの通りだってちょっと怖い感じしたし、スーパー入る時だって入り口に変なやついたし、まあ確かにピザ屋2階のピザ屋行く時にも細道行ったらちょっと怖かったし、まあ薬物っぽい人はいるからね。それがなんかこう日本だったらなんとなくどんな感じの人かわかるけど、向こうの人はそれが何なのかがわかんない。ジャンルがジャンルが悪さの、こう強奪してくるのかね。そう泥棒とかそういう系なのか、それともなんか薬物の売人とかなのか、もうそのままうちらバフンされちゃうのかとかね。ジャンルが何なのかがちょっと分かんないよね。確かにそれはある。だからなるべく細い道は行かない方がいいと思う。大通りだったら別にそんな問題ない、人通りも多いし観光客もまあまあいるし、その辺は気をつければ別に問題ないね。ものすごい怖いのイメージしてたから全然明るい街だなって思ったけど、まああとアマルフィとポジターノにはそんな人いないし、あと警察官がちょっとワイルドっていうねタバコは吸ってるしポイ捨てするけどイケメンだっていう。ほんと100発100中ぐらいでみんなタバコ吸ってポイ捨てしてサングラスかけて、ちょっとかっこいいっていうね仕事中面白い。だいぶイケメン。そうだ。まあでもナポリのチームセリエ A のナポリが勝ったタイミングだったから、あんなの普段味わえないからラッキーだったね、みんな水色の着て。でも試合が開催されるときはあんな感じなのかもしれないね。ホームゲームがみんなユニフォームとか着てるかもしれないね。でもハッピーモードだったよね。すごかったね、優勝後だったから、はい、それでは次回のコペンハーゲンのラジオはまたコペンハーゲン動画を3本出した後に、撮ろうと思っておりますので、どの動画でもいいのでコメント欄にお便りいただけると嬉しいです。はい、質問待ってます。ではこの動画が面白かったという方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。メンバーシップ用の動画も、月に 2,3 本あげれるかな、はい、という感じでやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。どんな動画ですか？メンバーシップの動画は。メンバーシップの動画は私たちの日常っていう感じなので、ちょっとした、ちょっと深めのトークとか、私たちのオフの様子とかですかね。はい、気になる方はよろしくお願いします。ではまた次の動画で。バイバーイ。マイク大丈夫だったかな？